はい、どうも始まりました。いらっしゃいませ。来ました。たかしスタジオ第2回。今日も来てますよ。ありがとうございます。というわけで本日も早速行ってみようかと思いますよ。ともや08さんから、THR10 を持ってるんですが、アンプね。はい。EQ のフラットってどの位置になるのでしょうか。12時の位置ですか。12時方向が一旦それが基準だと思ってもらっていいです。イコライザーね、トレブル、ミドル、ベースだとか、あとはイコライザーじゃないけどプレゼンスっていうのとかがあったりするけれども、だいたい一旦12時からスタートすればいいです。それが基準。ただそれがフラットかと言われるとそんなことはなくて、じゃあフラットはどれですかってことになると思うんですけども、フラットはないです。そのアンプにもよってキャラクターが違うじゃないですか。そのマーシャルだったらこういう感じ、フェンダーだったらこういう感じ、そういうことね。そういうこと。本当のフラットだったらマーシャルでこの位置、フェンダーでこの位置にしたら同じ音出るはずでしょ。でこれが出ちゃうとせっかくのマーシャルの良さ、フェンダーの良さとかがなくなっちゃうわけなんで、ちなみに本当にフラットなアンプを作ろうと思ったら技術者は作れます。で作るとそれね、オーディオアンプみたいな音になる。コンポとか。そう、昔アンプなかった時にやったりしたじゃん。なんかセッションやろうみたいなんだけど、アンプがないからコンポに挿してとかやったこと僕はあるんだけども、まあいい音しないですわ。質問の意図としてはローとかハイが出過ぎない位置はどこですかってことだと思うので、そういうことで言うと、12時方向がそれに当たるかなと思います。なるほど。ナウガット 3C5693、はい、この前楽器屋さんで試奏させてもらった時に、店員さんがアンプの音量のつまみを下げずにアンプの電源を切っていたのですが、やっても大丈夫な特別な理由があるのですか。それとも私の見間違いだったのか。そういうご質問ですね。お答えすると、アンプのボリュームを下げずに電源を切ってもいいです。また買えばいいもんね。いや違うそういう話じゃない。多分このご質問いただいてる方はちゃんとボリュームを下げてから切るっていう風に教わっただとか、そういう情報を得られたんだと思うんですけども、リハーサルスタジオでこう使用のルールとして一旦ゼロにしてから電源を切りましょうみたいな、どっちかというとマナー的にやったり、あと部活とかでもそういう風に教わる部活があったりするんだと思うんですよ。なるほど。これね言うとまたねざわざわってなるんですけど、アンプの電源もちろん上がってて、ボリュームも上がってて、アンプ側抜く分にはいいんですよ。僕もちなみにいつも撮ってるスタジオで動画やって、僕こうやってなんかカチャカチャやってるの見たことある？どうやろう見てちゃんと俺やってる、結構カットしてるからね。アンプ側の抜き差しは大丈夫なんですけど、これ間違ってもギター側を抜き差しするとバツって言うんで、これはダメです。これ怒られるやつやね。これダメです。なんで怒られるかっていうと、アンプが壊れるっていうんじゃなくて、会場の設備が壊れるんですよ。マイクで拾って爆音で出してるから。どっち抜くのがセーフでどっちがアウトだっけとか自信なかったらもうゼロにして落として抜くっていうのを習慣づけとくと、それはもう 100% 大丈夫なんで。みつみつ2843、ヘッドフォンで、練習したいんですけれども、イリジウムの後に空間系をかけた場合、空間系がかかった状態をヘッドフォンで聞くのはできないんでしょうか。まずご説明すると、イリジウムっていうエフェクターがあります。でそれはアンプとキャビネットのシミュレーター、要はギターアンプだとかキャビネットが鳴った音をこうシミュレート生成してくれて、そこにヘッドホンを挿すことによってアンプじゃなくてもエフェクターとイリジウムだけでいい音でできるっていうやつなんですけれども、今のご質問はイリジウムとヘッドホンの間に空間系を入れたいってご質問なんですけども、それはねできないんですよ。できなくはないんだけれども、できないと思ってもらった方がよくて、なぜかというと、ヘッドホンアンプはもうイリジウムについてるんで、やっぱ直接そこにね挿さなきゃいけない。イリジウムってアンプシミュレーターなんだけども、歪んでないから、イリジウムの前に空間系のエフェクター置いて歪み、なんかコーラスとかで空間系でイリジウムアンプね、アンプとキャビネットがあって、それをヘッドホンで聞くんで僕はいいと思いました。ただ本当にもうクオリティファースト、アンプの前に空間系とかダメですみたいなポリシーでやるんであれば、イリジウムはヘッドホンアウトがあるんだけど、そこはもう使わずにイリジウムからステレオアウトでラインで出したのを空間系つなぎます。そっからもうミキサーとかオーディオインターフェースにつないで、そこのヘッドホンアウトにヘッドホンさせてください。結構複雑やね。お好みの方で、皆さんのポリシーによるかな。ちょっと難しい説明になってすいません。きなこ MQJ さん、アンプのマイキングをマイク1本でやるなら、コンデンサーマイクか、ダイナミックマイク、どちらが適していますかという。素敵なご質問。いいですね。マイキング楽しいですからね。これはね取りたい音によるかな。ダイナミックマイクは
結構そのレンジがすごい高いとことか低いとこは取れないっていうか取らない。ミックスする時にその辺邪魔だからカットしたりもするので、ガツンとなんかバンドサウンドみたいなの取りたい時はダイナミックマイクだし、おしゃれな感じなんか空気感のあるギターを取りたいみたいな時はコンデンサの方が僕はいいと思います。コンデンサで撮ったらすごい低いところからすごい高いところまで撮れるんだけれども、後から消すことはできるのでコンデンサもいいですね。両方立てて混ぜるとかあるよね。そう、いいですね。両方立てて混ぜるはめっちゃいいです。日野富 E7i さん、バッファーにバッファー重ねるとどうなりますか？最近のエフェクターはバッファー内蔵のエフェクターが多くて、ジャンクションボックスでバッファー、チューナーでバッファー、コンプでバッファー、バッファーばっかやんけみたいなんですね。みたいになってしまいます。これも先に答えを言うと何も問題はないです。でちなみにどのエフェクターにもバッファー回路はもうほとんど入ってます。バッファーって言わないだけで。だからオーバードライブとかも、その作りによるんだけれども、バッファーとして解釈して使うってことは全然できる。だからもうボード組んでる時点でバッファーも実はあちこちにもあるんです。じゃあなんでバッファーって言ってわざわざ売ってるかっていうと、一番初っ端ギターからとかベースからのハイインピーダンスの信号が来て、それを一発目に受けてローインピーダンスに変換する、そこでの音のその影響っていうか変わり方が結構大きいんですよ。でそこをお気に入りのバッファーを通すことによってボード全体の音を自分の思い通りに形成するみたいなことをするためにバッファーを置いています。今日はなかなか前回に比べて結構なかなかハードな質問いただいて、考えるな感じろってことだよね。そんなことは言ってない。困ったらそれは感じずにちゃんと質問を、ちゃんと質問との回答を、僕回答させていただけるものはするので、ぜひねコメント欄に質問いただけると嬉しいです。はい。1980順平さん、レンジの広い狭いよく聞きますけれども、どういう状態なんでしょうか？これは割とサクッと回答できますけれども、レンジっていうのはまず周波数帯、低いとこから高いとこまでをレンジっていうこのエリアを言うんですけれども、レンジが狭いってことはローがちょっとカット落ちてて、ハイが落ちてて、中域がいい感じに目立ってるっていうのをレンジが狭いって言って、レンジが広いっていうともうすごくもう高いところから低いところまで入ってるっていうのがレンジが高いっていうので、そういうことですね。あと別の言葉でもローファイハイファイっていうのもそれと一緒ですね。ハイファイがレンジが広い、ローファイはちょっとこうカットされてる。じゃあレンジが広い方がいい音、ということではない。これもねケースバイケースですね。アナログレコードとかがさ、あれってやっぱり CD とかデジタルの音源と比べるとレンジは狭いけど、それが気持ちいいなと思うこともあるじゃないですか。どっちにも良さがある。じゃああと2つぐらいにしますか今日も。OK、ジャーニーゼロブレイカーさん、答えがない質問かもしれないですが、なんだろう。今西さんが考える、または感じる、いい音とは何を指していますか？抜け感、歪みの量、音圧。ギターとかベースのことでお伝えすると、僕が思うですよ、あくまで主観だけども、まずね今のキーワードだと抜け感はね必要だと思う。こもりすぎてなかったりだとか、弦をこうピッキングした時の感じが最終的な音にも現れてて、例えば歪んで音をこうドライブさせてるんだけども、ジャッっていう時のジャッっていう感じがザッってくる。ガッとまっすぐ行ってガッと右行ったらつくからみたいな感じだなそれな。そう、どういうこと？あとは意図しない劣化がしないようにボード組む時僕ね一個一個エフェクターつないで音の変化を確認していくんですよ。みんなボード組む時いきなりこうテープ貼ってもうまずこう組んじゃうでしょ。あれやると分かんないんですよ。どこでどう変わってんのかが。まずはボードに組まずに組みたいエフェクターを順番に並べてって、ここで音ちょっと変わるんだとか、あれちょっとボリュームペダルの位置ちょっと変えたら変わるのかなとかやってると、微妙だけど変わったぞみたいなのって結構経験値になっていくので、音への理解も深まるし自分の中にノウハウもたまるんで、そういうことをやっていくとさっき言った音抜け感みたいなのを保ったままいい音作るとかができるんで、そういうのをやったりしますね。なるほどね。R フィルムライフ8924さん、こんばんは。質問なんですが、キャビの前にマイク2本立ててるのはどういった効果を狙ってのことですか？僕のチャンネル見てくださってるんだ。それみんな見てるか。いやこれはですねさっきも2本立てる
いいよって言ったのの続きになるんですけれども、2個立てることによってそのミックス度合い、そのミックスっていうのは音量ねのバランス度合いで広域と低域を調節してるんです。これ結構ねっていうのはあんまり他で言ってない。マッチレスのアンプで撮ることが多いんですけども、内側にコンデンサー、外側にリボンマイクを立てて撮ってます。アンプってこうスピーカーがあって真ん中で撮るほどハイが取れて、外に行くとハイがなくなっていくんですけども、マイク2本立てるってことは真ん中に行けるやつと行けないやつが出てくるでしょ、一発キャビの場合は。外側にいるリボンはあんまりハイは取れないんですよ。でもそれでいいの、それを狙って立ててて撮りました。で動画に出す前に音は変に加工したりはしないんだけれども、コンデンサーでハイ感、リボンでロー感みたいなののバランスすごい取ってます。2つ混ぜることによって好みの音に仕上がる、そうです。だからさっき高橋が言ってくれたコンデンサーとあと57とかのダイナミックを取って、ダイナミックをロー外側にちょっと配置するとかでもいいと思うし、マイキング語りたいな。なんかみんなマイキングの質問めっちゃしてくれたら、なんかマイキング会みたいなんでこの1本取りたいな。もう喋りたいことめっちゃあんねんマイキング。ぜひ今の参考になれば嬉しいです。はい、そんな感じですかね。今回の動画良かったっていう方はチャンネル登録、そして高評価してもらって、コメント欄に質問お待ちしております。どしどし。はい、お願いします。それじゃあまたの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。